皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢を中心とした安全保障関連のニュースを取り扱っていきます。まず最初に取り上げる話題は、速報として、ある日、テレビの上の方に NATO がロシア空軍機を撃墜したというニュースが入るようになるかもしれません。これは決して極端な話ではなく、十分に起こりうる未来です。ポーランド、ルーマニアに対してロシア軍の大型ドローンが領空侵犯するという出来事がありました。その後、エストニア上空においては、ロシア空軍機が領空侵犯を行いました。NATO 各国はロシアによる挑発行為だと非難しています。これに対してエストニアは、国連の安全保障理事会に対して緊急会合を開催するよう求めました。この場はロシアを非難一色に染め上げました。ただし国連常任理事国としてロシアがいる以上、国連としてロシアに何か制裁を行うことはできません。そうした意味で国連の力のなさといったものを見せつけているわけです。ただし各国がどのように考えているか、国際政治の上においては何を言っているかというのは重要なことです。この場においてポーランドからかなり強い警告の言葉が出ています。というわけで国連の場においてポーランドがどのような発言をしているか映像を皆さんにお伝えしつつ、同時にポーランドの本国においてはじゃあ何と言っているかについての記事も説明しておきましょう。ブルームバーグ通信ではこのような記事を出していました。ポーランドの首相、ロシア機の領空侵犯に警告、撃墜、議論の余地なし。ポーランドのトゥスク首相はロシアによる NATO 加盟国の領空への度重なる侵入を受け、無許可でポーランド領空に侵入する外国機については撃墜する用意があると述べた。今回ご紹介するのはポーランドの発言なわけですが、じゃあ NATO 加盟国においてポーランドだけがこのような発言をしているかといえばそういうわけでもありません。北欧や東ヨーロッパの国々においては、ポーランドと同様にしてこのような事態が続けば、ロシア軍機を撃墜することも十分あり得ることだと警告を行っています。ですからこの動画の冒頭でも述べたように、ある日の速報として NATO 軍機がロシア空軍機がどこかの領空を侵犯したとして撃墜したというニュースが入ってきても全く不思議ではない状況になりつつあるわけです。ロシアとしては NATO に対する挑発行為を繰り返すことによってロシア国内におけるプロパガンダの一環、ロシアにとって NATO が脅威であり、そのためにロシアは戦わなければならないという話を補強したいのかもしれません。また NATO の結束を乱そうとする試みの一環かもしれません。しかしそれによって NATO が結束し、ロシアをさらなる窮地に追い込むかもしれません。その一つがポーランドのよりロシアに対する拒絶感の上昇です。これは軍事的な緊張だけではなく、経済的な面においてもロシアを苦しめることがすでに報じられています。フォーブスの記事でポーランドのベラルーシ国境閉鎖が中国一帯一路構想にも影響。ポーランドがベラルーシとの国境を閉鎖する決定を下したことで、中国とヨーロッパを結ぶ鉄道貨物輸送の約9割が停止した。再開のめどは立っていない。この措置は核攻撃の模擬演習も含まれたロシアとベラルーシの合同軍事演習ザパト2025への対応として導入されたもの。中東欧行きのほぼ全ての列車は通常ポーランド東部とベラルーシ西部の分岐点を通過する。ここはベラルーシと EU 間の主要な機関変換点となっている。貿易回廊への影響。鉄道回廊は中国の巨大経済圏構想一帯一路の中で重要な役割を担っており、混雑した海上ルートの代替手段として近年重要性が増している。アメリカのニュースサイトポリティコが報じたところによると、2024年の EU と中国の貿易総額額の約 4%、輸送額は約4兆円を超えているという。ポーランドも約300億円の関税収入を得ている。ポーランド当局はベラルーシとの国境閉鎖は新たな安全保障の論理を反映していると説明した。当局がこれまで道路輸送に限定していた規制を鉄道輸送に拡大したのは今回が初めて。ポーランドの内務省はポーランド国民の安全が保障され、挑発行為の脅威がない場合にのみ国境を再開するとした。今回ベラルーシとポーランドとの間における国境閉鎖が行われた理由というのは、直接的にロシアが領空侵犯した件とは関連がないとしています。しかし延長する理由として領空侵犯の話は関わってきます。中国の進めている一帯一路構想はロシアのシベリア鉄道、
そこからベラルーシやポーランドといった東ヨーロッパ、そしてさらにはその先ドイツへとつながるような鉄道貨物の一つの経済圏を生み出しています。しかしロシアによる挑発行為はそうした中国の構想を遮断することにもつながりました。これが直接的に中国に対する打撃の話じゃないかと思われるかもしれません。実際その通りなのですが、これによってロシアもまた恩恵を受けていたのです。物流ルートにあるということは当然のように、その間における輸送収入、関税収入などもロシアに入るわけですから、物が通っていくだけで何にも利益がないというわけではありません。中国からロシアを通って、そしてヨーロッパへと向かうこうした鉄道貨物についても、活発になればなるほどロシアにとっても恩恵があったわけです。しかしそれがまたロシア自身の行動によって今まさに断ち切られようとしているわけですから、ロシアは自業自得の経済損失を自ら生み出しているわけです。そしてロシアによる EU に対する挑発行為が続くということは、それだけヨーロッパにおける危機感が高まることとなります。そのため軍事的な備えをしなければならないという考え方の広がりによって徴兵制の復活といったものも進んでいます。クロアチア、2026年に徴兵制再開。ウクライナ侵攻を受け防衛力強化。クロアチアの首相はロシアのウクライナ侵攻を受けたヨーロッパの安全保障環境の劇的な変化に対応し、防衛力を強化するため2008年に停止していた徴兵制を来年1月から再開する方針を明らかにした。日本においては徴兵制イコール軍事国家もしくは圧政を行っている国家のイメージを持って語られることが多いですが、しかし現実においてはそのように単純なものではありません。一般的にヨーロッパの国々においては民主化が非常に進んでいることから、決して軍事政権下にあって徴兵制が導入されるといった話ではありません。ロシアに近い北欧の国々を中心として徴兵制は以前からずっと行われていますし、また以前徴兵制があってもう最近だと必要ないかなと思って休んでいた国においても徴兵制復活の議論は盛んに行われています。日本国内において歪んだ平和教育が行われて、軍事知識についてかなり間違った話も流布されていますが、徴兵制はそのようにして政治体系に関わらず危機に応じた対応の一環として採用されることがあるのです。ただし私はこれをもってして日本の周辺環境が危険だから徴兵制を導入せよといった話をしているわけではありません。私自身は民間においても軍事防衛においても AI やロボットの徹底的な導入を進めるべきだという考え方をしていますから、日本の場合だと進めるべきは徴兵制ではなくて、いかにして多くの無人化兵器を導入するか、そちらの方に考えを向けるべきだと考えています。そして前回のウクライナ情勢関連のニュースとして EU が防空体制の強化に乗り出していることをお伝えしました。例えばポーランドに対してイギリスの戦闘機が障害活動に加わったというニュースをお伝えしました。その後、別の国からもポーランドに対するテこ入れが入っています。ロイター通信によると、ポーランドの防空体制を支援するため、フランスもまた戦闘機を派遣したというニュースが入っています。このようにポーランドを中心として戦闘機が派遣されているわけですが、実際に領空侵犯を受けた国であると同時に、ポーランドであればそうは簡単にロシアは手を出せないだろうという計算もあります。というのも、ロシア軍戦闘機が領空侵犯したのはバルト三国の一国。バルト三国の国々は一つ一つは非常に小さい国であり、ロシアに攻め込まれたらひとたまりもない軍事力しかありません。だからこそ集団安全保障体制の NATO に加盟しているわけです。そして実際にもしも戦いが起こるようなことになれば、前線の国として拠点となるのは間違いないポーランド。ポーランド自身も GDP 比 4% 以上の防衛費を計上し、防衛力強化には非常に熱心に取り組んでいます。ただし、通常戦力だけではもしかしたら足りないかもしれないとして、核兵器配備についても非常に前向きな議論が行われています。ただし、ポーランド自身が核兵器を開発しようという話をしているわけではありません。現在、NATO 加盟国において核のシェアリングといったものが行われています。それは、従来から核兵器を持っている国に対して、いざとなったら自分たちの身を守るために核兵器を一旦置いといてくれないかというような約束がなされている国があります。例えばドイツの場合だとアメリカの核兵器、もしくは他の国においてもイギリスやフランスが核兵器を持っているんだから、それらの核兵器を共有することによって通常戦力プラス核兵器による抑止力も拡大しようという考え方です。ロシアによる挑発が進むということは、先ほども述べたような
地上戦力を増強するための徴兵制復活を考える国、それだけではなく核兵器についてもシェアリングといった形で受け入れようという国々が出るなど、安全保障環境を大きく激変させることとなります。間違ってはいけないのは NATO がこのような動きを主導したわけではありません。引き金となったのはロシアによるウクライナ侵略です。ロシアは NATO の脅威があったから侵略したんだというような言い訳をしますが、現実に起きているのはロシアが侵略したからヨーロッパ各国における再軍備が進んでいるのです。このあたり順番を間違えないように理解する必要があります。そしてこのような順番を間違えちゃいけないよといった話は日本についても同様です。中国における軍拡が進んで中国の危険性がどんどんと増しているから日本の防衛体制を強化しなければならないというのが順番です。これを間違えてしまうと日本が防衛費を増やして軍拡をしているんだから中国がそれに対応しなければならなくなったという全く逆の批判を行う人がいます。それは基本的に中国側のプロパガンダの一環だと思ってください。さて続いては国際情勢とはちょっと関係のない話として兵器の進化について取り上げておきましょう。現在陸海空大型中型小型様々なドローンが戦場で使われるようになりました。これらの兵器の一つの特徴としては量産が効き非常に多く用いられています。ですから従来のようにミサイルに対して防空体制を強化しなければであるとか戦闘機に対応しなければといった話から一歩先の話としていかにして迎え撃つか、そこにもコスト意識といったものが向かなければなりません。従来のミサイルではとてもではないけれども長期戦を行うには金額的な負担が重すぎます。そこで実用化が進められているのがレーザー兵器です。というわけでその関連のニュース。世界初、実戦でレーザーで目標撃墜を実現。もはや創作物の戦い、アイアンビーム新動画公開。年末には本格導入へという記事です。宣伝用の動画が公開されていたのでそれを流しながらちょっと記事をご紹介します。イスラエルの防衛企業ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズは2025年9月18日、開発中のレーザー兵器アイアンビーム450による無人機やミサイルの迎撃映像を公開しました。ラファエルによると、アイアンビーム450の開発は最終段階に入り、迎撃テストでは複数の状況下においてロケット弾、迫撃砲、無人航空機を確実に迎撃する能力を実証。現在、納入に向けた準備が進められています。この兵器はイスラエル国防省と共同で開発されており、同社は世界初の実用的な高エネルギーレーザー防衛システムとしてその性能を強調しています。アイアンビーム450は 100kW 級の高出力レーザーを数キロメートル先の標的に照射し、機体の翼や内部の精密機器を破壊することで脅威を無力化する仕組みです。注目すべきはその運用コスト。無人機1機の迎撃にかかる費用は1回の照射あたり約500円とされています。これに対しイスラエル軍が近距離のミサイルや航空機迎撃に使用しているアイアンドームは1発あたり約850万円かかるため比較にならないほど低コストです。開発会社はほぼゼロに近いコストで運用できるとアピールしています。この紹介にもあるように現在レーザー兵器はまだまだ一般的なものではありません。ですから、レーザー兵器のその前の段階においては、今のドローンに対応するためにどうしたらいいかなということで、もう一度幅広く導入が図られようとしているのが、リモート操作の機関砲類です。レーザーほど安くはありません。あとは、どれだけ少ない人数で運用できるかが、こうした対空機関砲の運用コストとしては考えていかなければなりません。なお、日本の自衛隊向けにおいても、三菱重工や川崎などが小型ドローンや大型ドローン、そして巡航ミサイル類などに対する迎撃兵器としてレーザーを開発しています。これらのレーザー兵器は日本の場合であればまずは艦艇に搭載し、弾切れの心配がない対空兵器として大いに活用すべきでしょう。そして日本国内における施設を防御するためにもこうしたレーザー兵器は有用です。先ほども述べたようにミサイルを大量に配備し、それによって長期間守り続けるというのは金銭的に非常に難しいです。ですから機関砲類をバーッとたくさんの地域にというのもこれもまた大変なことなので、いかにして強力なレーザー兵器を防空兵器として開発し、それを実用化し配備するかといったことは、これからの日本にとっては重要なことでしょう。問題なのは、イスラエルの場合だと、もう日常的にこうした兵器を実戦使用する、それに伴う改良も進めていくのですが、日本の場合だとかなり実戦からは遠ざかっており、
どのようなものが飛んできて、どのように対応して、どのような成果が上がるかについての、なかなか実践データを得ることができません。それだけに私は、ウクライナとの関係を深めて、テストしてもらうかといったことを考えるべきではないかと思います。前半部分で述べたように、ロシア空軍機がある日撃墜されて速報として流れるかもしれません。それは半年後かもしれません。しかし、今この時点で起こっている動きといったものを知っていれば、ついにこの日が来たかと、その流れについて理解することができます。また、レーザー兵器の開発が進められているというのも、戦場において各種ドローンが使われているということを受けて、より開発が促進されているといった面を忘れてはなりません。戦争の長期化といったものは、国際秩序をかなり破壊する行為であると同時に、それぞれの国における防衛産業に対する投資も盛んになり、それに伴って兵器についても同じく進化が促されるのです。このあたりのことを理解しておくと、レーザーなんて SF だよねなんていう人がいたら、いやいやそうじゃないんだよということを教えてあげられるようにもなります。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。